今日はよろしくお願いします。お願いします。アクタス VMD チームの中野と申します。お願いします。よろしくお願いします。このお家の間取りだったりとか、広さお伺いしても大丈夫ですか？間取りは、すごいコンパクトなんですけど 1LDK で一人で暮らしてます。一番は立地で選んだんですけど、寝室はちょっと分けてスペースが欲しかったので、リビングダイニングと寝室があるスペースで探しました。そんなに強いテーマはないんですけど、割と色だったりとかキャラクターものとか遊び心があるアイテムとかが好きなので、そういうアイテムをもう自由に自分の好きな組み合わせとかアイテムで構成してます。色が結構多いのがポイントかもしれないです。今日は改めてよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではまずリビングダイニングをご紹介いたします。こちらが最近お家にやってきた USM ハラというシェルフになります。ずっとこの USM のシェルフは欲しいなと思ってたんですけれども、今のお家にはちょっと大きいかなと思って購入には至ってなかったんですけど、年末にちょっと店舗の方に販売応援に入った際に商品見て、やっぱり欲しいなと思ってスタッフのみんなといろいろ話して、もうその日にちょっと即決して勢いで買ってしまいました。一番は収納力をちょっとこのお部屋でアップさせたいなっていうのがあったので、しっかり収納ができるサイズを選んだのと、お部屋に細かい雑貨が多いので、ここの扉の部分がオープンタイプとかも選べるんですけど、それだと結構中が見せる収納みたいな感じにしないといけないので、なんかその辺はこう上で飾ったりすることもが好きなので、収納部分は扉タイプにして隠す収納のモデルの方を選びました。こういう雑貨とかで色を使うのがすごく好きなので、なんかそのあたりとこうハレーションを起こさないように白、黒、グレーの3色で悩んで、ちょっと思い切って黒にしてお部屋を締めるアイテムとして選びました。なるほど。はい。これが白だとまた全然印象が違うと思うんですけど、私の好きなこうお部屋の雰囲気は黒の方がマッチするなと選んでみてやっぱり思いました。このラグはもうここに引っ越してからちょっと近くの雑貨屋さんで見つけて購入したんですけれども、実はこれ裏表で使えるようになってまして、ちょっと気分を変えたいときはこちらを表にするとまた違う印象になって、ただモノトーンの色合いなので USM ともマッチしますし、結構気に入ってます。で、折り感があるデザインなんですけれども、 USM とかと合わすことでほっこりしすぎない雰囲気が好みで気に入ってます。雑貨屋さんで見つけたんですけど、猫ちゃんとかあとワンちゃんとかがいて、こうスポーツを楽しむ動物たちみたいな感じですごい可愛かったので連れて帰ってきました。照明は、パンテラミニというポータブルタイプの照明なんですけど、これは、社内でこう部署の移動があった時にその前の店舗の皆さんから送別の品として頂戴したすごく大切なものです。ポータブルなので充電式でコードレスになってます。このあたりがアクタスのオンライン限定で販売している GOOD80% というブランドのアイテムなんですけど、
パロサントを入れて使ってるんですけれども、アクセサリートレイにしたりとかいろんな使い方ができるアイテムで大小あって、大きい方には今お花を挿してます。このテラコッタの色合いが個人的には大好きで、ちょっとこっくりした色合いが好きで気に入ってます。ちょっとこういう枝物の大きな植物は定期的にお部屋の中に取り入れるようにしていて、あんまり観葉植物とか置いてない部屋なんですけれども、これでちょっと季節感を取り入れてます。この時計も実際に時間を見てる時計なんですけど、めちゃくちゃレトロな雰囲気が。祖母のお家で使っていたものを譲っていただいたんですけど、本当に私が小さい時から、幼稚園とか小学校の時から祖母のお家に遊びに行った時に玄関に置いてあって、これのこの天気予報を見るのが本当に大好きで、今は曇りですね、下り坂に向かいますってなってますが、なんかこれを見るっていうのがすごく思い出としてあったので、祖母の家を整理するときにこれだけ私がもらって、今ここに置かしてもらってます。思い出の品です。このカーテンも1423っていうフリースタイルの布、1枚の大きな布なんですけれども、それをカーテン使いにしておりまして、家のテキスタイルさんというテキスタイルブランドから出てるアイテムでして、商品名が1423っていうんですけど、140センチ ×2 メーター30センチ、このサイズ感の布があれば、お部屋を、カーテンとかテーブルクロスとかいろんなマルチに使えるっていう、黄金比みたいなサイズ感を発明されて、そこから商品化されてるアイテムになります。なるほど。レースと厚手のドレープ2枚使いをすることがカーテンでは多いんですけど、全部薄いレースを重ねてまして、実は4枚レースを重ねてまして、薄手のものを重ねた時の透け感とかがすごく気に入っていて、窓の長さに合わせてちょっと折り返しをしてまして、でクリップで留めて、そのクリップをカーテンフックに引っ掛けてるっていう感じなので、ここも2枚重なっているけどここは1枚でみたいな、この色と光のグラデーションみたいなのがすごくできるのがこの布の特徴で、マルチに使える布として開発されているもので、カーテンとしてでもですし、ベッドスプレッドですとか、テーブルクロスですとか、お部屋の間仕切りに使っていただいたりとか、いろんな使い方ができるものになってます。そのちょっとラフなスタイルがすごく共感できたので、アクタスの中のグッド80% という独立ブランドで取り扱っている布になります。ここが私の家ではダイニングスペースとして使用してるんですけど、食事も、デスクワークとかもここで全て行っています。このテーブルがこのお家に引っ越してきてから追加した商品なんですけど、そんなに広いスペースじゃないので、ちょっとコンパクトめなテーブルを探していて、このアイテムも、先ほどから言ってるちょっとグッド80% というブランドの商品なんですけど、本当にカフェテーブルみたいな、カフェとかに置いてあるようなサイズ感なんですけど、実際に使ってみると食事もデスクワークとかも十分賄えるサイズ感で、そんなに広くないお家のこういうスペースだとちょうどいいサイズ感だったかなと思ってます。色もこのグレーとこういうオーク色の2色あるんですけれども、アッシュか明るい色と2色あったんですけど、この家はあんまり木の家具が置いてなくて、グレーな色も結構他にあんまりなかったりするので気に入ってます。アクタスの家具でもち
ちょっと大きめの、うん、ファミリー向けと言われるサイズ感のダイニングとかが多くって、なかなか自分で買うにはサイズがちょっと大きいなとかいろいろあったんですけど、なんかそのあたりも解消できるような、ブランド、GOOD80% というブランドなので、なんかすごく等身大に響くサイズ感になってるかなと思います。同じサイズをこう横にもう1台並べることができまして、つけると60センチ ×120 センチっていうコンパクトな4人掛けのダイニングテーブルになるので、お家がちょっと広くなったりとかしたらもう1台追加してもいいかなって考えてます。このサイドテーブルも毎日かなり重宝してまして、 K22 というテクタのブランドのものなんですけど、こう特にデスクワークをする時とかにパソコン作業プラスアルファでちょっと書類を広げる時とかにすごく重宝してまして、ソファー横とかのサイドテーブルとして提案してるんですけど、こういうダイニング横のちょっとテーブルの延長みたいな使い方をしていて使い勝手が良いです。この家具は入社して一番初めに買った家具です。有名なデザイナーズチェアなんですけど、入社して初めての家具買う時に記念になるものがいいなと思ってこれを選びました。なのでもう10年ぐらいは使ってます。この椅子はちょっと友人から譲り受けたもので、ピンクが特徴で、ちょっと傷とかもいってるんですけど、お部屋の差し色になるのですごく気に入ってます。で、今はちょっとこういうチェアパッドを置いて使用してます。こういうちょっとしたコーナーがあるんですね。はい、飾り棚として使ってるんですけど、エアシェルフという商品でして、突っ張り棒の要領でお部屋のどこにでも飾り棚っていうか棚をつけれる商品になってます。少しずつ増えてきた雑貨をまとめて置いてます。もう統一感は全くなくて、本当に自分が好きなものとかもらったものとか、今一番気に入っているものたちが集まっているコーナーです。はい、このシェルフ自体も白色のアルミの素材なんですけど、すごいそのレスな素材感がこの雑多な小物たちをすごく受け入れてくれてるので、これが結構木の棚とかだとまた全然印象が違うと思うんですけど、その棚だからこそこういうまとまりが作れるのかなと思ってます。こちらの照明がこうカーテンレールに引っ掛けて使用してるんですけど、メイデイというデザインのものです。なんか名前もすごく面白くって大好きで、この椅子の次に買った商品です。なんかこの遊び心あるデザインがすごく大好きで、でこの部屋実はペンダントがつけてなくって、この明かりだけで夜は過ごしてます。意外と明るくってそんなに高校とした部屋じゃなくていいので、このアイテムを使ってます。で、いろんなところに使えるので、こう持ってきたりとか、床に置いたりとか、よいしょ。なんか自由度があるところが大好きでずっと使ってます。じゃあ次は横のベッドルームご紹介いたします。お願いします。ここはもう割と本当寝るだけの部屋なので、色は抑えめにして落ち着いた雰囲気にまとめています。このカーテンも同じリビングダイニングで使用していた1423という布で、ちょっと今は廃盤になってる生地なんですけど、これも長く使用してます。これもつってるだけですね。ここはもう1枚だけをピンと張ってるので、おっしゃる通りドレープがない状態なんですけど、フロントレースがちょっと横にボーダーが入ってるデザインなので、それをちょっと活かすために1枚刷りにしてます。
このブランケットはグッド 80% のアイテムでして、これもちょっとリバーシブルでベージュ面とアイボリーの2色楽しめるようになってまして、もう本当にこれをバサッとかけるだけでちょっとベッドメイキングされた感じになるので重宝してます。この壁を沿ってるものが、実は、よいしょ、こんな感じで、寝室の照明として使ってます。夜本当にこれだけで結構明るくなるので、寝る前はこのライトにしてます。光を取るために絶対こういう照明をつけないといけないっていうわけでは全然ないので、クリスマスとかでよく使われてるものなんですけど、こういうのがちょっと日常にあるとすごく気分が上がるので、そういう楽しみ方をするのもいいかなと思います。では先ほどのリビングに戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。インテリアは本当に正解がなくって、そのお家に住む人自身が一番楽しんでいれば正解かなと思ってるので、もう私の家も今はこの状態なんですけど、また1年後来ると全然違う雰囲気になってるかなと思うので、なんかその時その時に心躍るものとかをお部屋に集めてインテリアを楽しんでもらえるのが一番いいかなと思います。以上 VMD の中野がお送りしました。ありがとうございます。